皆さんこんにちは。この日は1月4日です。まずは神社に初詣に行って、それから消防の出初め式を見ます。最後に家でたこ焼きパーティーをします。チャンネルメンバーシップも始めました。よかったらぜひ入ってみてください。初詣に行った神社の近くの小学校が駐車場になっていました。そこから歩いて神社に行きます。いろいろな屋台が出ていました。こういうお店を屋台と言います。では神社に行きます。お参りするために人が並んでいます。1月4日なら空いているだろうと思っていましたが、想像していたより混んでいました。10分ぐらい並びました。お金を入れる場所が広くなっていました。お金を入れてお参りをしました。こんな感じでみんなお参りしています。息子たちは2人とも受験があります。受験して高校や大学に受かることを合格と言います。なので息子たちはそれぞれ合格お守りを買うことにしました。お守りというのはお寺や神社で売っているものです。合格お守り一つください。はい、合格お守り。どちらですかね。青です。はい、青一体ですね。以上でよろしいですか。600円をお納めいただきます。1枚です。その後、おみくじを引きました。おみくじというのは、その年の運勢がどんな感じか書いてあるものです。いろんな種類があったので、これを引くことにしました。お金を入れて選びます。大吉が一番いいんですが、私は末吉でした。そんなにいいわけではありません。なのでもう一回別のおみくじを引きました。今度は吉でした。末吉よりはいいですが、大吉ほどいいわけではありません。いまいちの運勢だったので、神社に置いていくことにしました。どこの神社にもこういうおみくじを縛る場所があります。今年をいい一年にしたいです。その後、消防の出初め式に行きました。消防というのは火事に対応してくれるところです。出初め式というのは日本の消防が1月の最初にする仕事始めの行事です。日本のどの地域でもやると思います。その前に今日のスポンサーiTalkiについて紹介します。iTalki is an online language learning platform where you can take one-on-one lessons with native speaking teachers. You can practice over 150 languages, and focus is on real-life conversations, the kind of language you can actually use. It's also very easy to find a teacher who matches your level, your goals, and your interests. You can even choose a teacher who speaks your native language, which can be really helpful, especially at the beginning.
The teachers are very supportive, so they create a safe and relaxed space where you can start speaking from day one, even if you are a complete beginner. And another great point is that it's flexible and affordable. You pay per lesson, so it's easy to fit your budget and your schedule. Now I'm actually learning Korean on Italki myself. I take Korean lessons with Julie Sensei, and I'd like to show you a short clip from one of our lessons. 다른 수업은 어떤 수업인가요? 궁금해요. 그냥 물어봐요. 愛登記에서 영어를 가르쳐요. 가르치고 있어요? 네. 선생님. Thanks to Italki, I'm really lucky to have a teacher like Judy Sensei. So if you're interested in studying a language on Italki, click the link in the description. If you buy a lesson for $10, you can get $5 off your first lesson by using the code HUMI2026. Please note that this discount is only available for the first 50 users. Thank you for listening. Now the performance has started. 演技が始まりました。このぐるぐる回しているもの、結構重いそうです。今からはしごを立てます。はしごは高いところに登るためのものです。アスファルトの上にはしごを立てて、それを木などを使って手で支えています。人の力だけで支えています。立てたはしごに登ります。命綱などはありません。命綱というのは落ちた時のために体につけるロープです。これから上の人たちは手を離していろんなポーズをとります。消防の出初め式は江戸時代から続く伝統行事です。今見ていただいているのははしご乗りというものです。見てて本当に怖かったです。本当にすごいなと思いました。上にいる人たちはとび職人の人たちだそうです。とび職人というのはとび職とも言いますが、建設現場で高い場所での作業を専門にする職人のことです。これは手の力だけで体を支えています。すごすぎます。江戸時代に火事の方角を確かめるためにはしごに登ったそうです。そこからこのはしご乗りの伝統芸能が生まれたとも言われています。演技が終わってはしごを片付けます。支えている下の人たちも大変だったと思います。次はここに来ている消防車、全部で一斉に放水をします。消防車からホースなどを使って水を出すことを放水と言います。ここに消防団と書いてあります。日本には消防署のほかに消防団というものがあります。消防団はそこの地域に住んでいる人たちで作る組織です。
仕事は別に持っていて、火事の時などに助けに行きます。消防署で働く人は公務員です。でも消防団員はほんの少しだけお金はもらえますが、ボランティアに近いです。甲府市の消防団は32の地域に分かれています。それを分団と言います。甲府市には32の分団があります。火事の時にはその現場に近い分団から消防車や消防団員も行きます。火事はできるだけ早く消すことが大事なので、近くから来てくれる消防団はなくてはならない存在です。ただ消防団の活動は大変なので、なりたいと思う人が少ないのが現状です。ここ甲府市でも今消防団員が約300人ほど足りていないそうです。今から子どもたちが放水始めと言います。はしご車の上からも放水しています。とてもきれいです。これは反対側から撮った映像です。反対から見ると虹が出ていたんですね。私はこの向かい側にいましたが、向かい側からは虹は全く見えませんでした。こっち側にいればよかったです。はしご車もすごい迫力ですね。今度は子どもたちは放水やめと言います。せーのというのは何かを一緒にしたり言ったりする時の掛け声です。タイミングを合わせるために言います。ホースから水を全部出しています。たくさん消防車が並んでいますね。消防団について知りたい人は、ぜひはやぶさ消防団というドラマを見てみてください。ネットフリックスにあります。田舎に引っ越したミステリー作家が消防団に誘われます。そして入るんですが、その後いろんな事件が起きます。田舎に住むと消防団に誘われるというのはよく言われます。実際そうだと思うので、よかったらぜひそのドラマ見てみてください。面白いですよ。ちなみにもともとは小説です。なので小説もあります。今はしご車のはしごがだんだん下がってきていますね。カゴの部分に人がいます。もうすぐ下がりきりますね。そして消防士の人がカゴから出てはしごを歩いています。とても面白いイベントでした。皆さんがもし日本に住んでいたら、そこの地域の消防の
出初め式に行ってみてください。面白いと思います。ちなみにこれは横浜の消防の出初め式の宣伝のサイトです。1月11日にやるそうです。はしご乗りや一斉放水もありますね。そしてなんとアンパンマンも来るそうです。アンパンマンは子供に大人気のキャラクターです。その日の夜、夫がネギを音楽に合わせて切っていました。そしてみんなでたこ焼きをしました。たこ焼きは小麦粉で作った生地の中にタコを入れて焼くものです。これがタコです。丸く焼きます。中3の息子が焼いています。結構上手ですよね。これは電気で焼くたこ焼き器です。たこ焼き器は関西の方では8割から9割の家が持っていると言われています。関東の方では4割から5割ぐらいが持っているそうです。うちは年に1回か2回しかたこ焼きパーティーはしません。でもたこ焼きパーティーはなんとなく家族がみんなで揃ってやる感じがあって楽しいです。きれいに焼けましたね。味もとても良かったです。最後にメンバーシップに入ってくださっている方とスーパーサンクスをくださった方にお礼を言います。名前が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、リマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、コー・エイケイさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、デード・ドリームズさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダージェムさん、アイリーン・チェンさん、サーシャ・ブシアンさん、キズナスキーさん、GUN チーさん、ユク726さん、アンナ・ライアンさん、パイボートさん、LSA さん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、ジョージ・ヤンさん、モリーさん、マーレンさん、ミシス・アベ Vlog さん、クラウドさん、パク・セヨンさん、コウさん、ジョージ・ヨンさん、グオ・シーシェンさん、アーさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ブロックスさん、ケイさん、ヤグアピル42さん、コーダー XYL さん、ニェンニェン・アウンさん、ジャン・ミシェル・バデルさん、コーナインさん、チャンモクさん、NLL ファイドさん、ゲルド・タイズさん、パトリック・キャンフィールドさん、キャメロン・ラッセルさん、酒井ルカワさん、パク・キホンさん、シュレヤシュ・シンさん、デルバル・アキーノさん、BG さん、コマハスタジオさん、アータさん、ホアン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、リー・ボーンさん、コーリー・ホッジさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、ロニー・ハミルトンさん、サンデーガールさん、ヒャンデ・リーさん、リルーさん、ボブ・セレリーさん、ガイナックス01さん、カシャさん、チョ・ドギョンさん、カ・キョクネさん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。感謝しています。メンバーシップに入っていない皆さんもよかったらぜひ入ってください。そしてウィリアム・ダウニーさん、ブルースさん、スーパーサンクスをいつもありがとうございます。感謝しております。今日も皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアをお願いします。また会話を上達させたい方は iTalki ぜひ行ってみてください。リンクは概要欄にあります。では皆さん、いい1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。またね。新しい